ボミの貴重な情報を搾取しました。せーの、計画。うちらダメだね。ノー。もう降りていい？ちょっと待って。待って質問がよくわかんないんだけど。今ハンドル離すんだったでしょ。今日死ぬんですか？私が殺すってこと？どういうこと？絶対。ボミと IKEA デートしてきました。イエーイ。素晴らしい。ということで IKEA ではなくドライブの最中の会話を収録したいなと思います。はい、お願いします。ゲストボミさんです。イエーイ。すみません、運転中なので。そうですね。運転に集中させてしてください。はい。本当ボミとは仲良くって早くコラボしたいって言ってたんだよね。うん。でやっと何回も会ってるんですけど。でもめっちゃ合ってるから。めっちゃ合ってるから。そうなんです。会いすぎてて逆になんか SNS に上げるタイミングないなみたいな。そうなんです。なんかちゃんと決めて YouTube 撮ろうって。そう。なので嬉しい本当に。ボミの YouTube チャンネルもありますので、はい、私もそちらにお邪魔してますので見てみてください。はい。で僕はですね、昨日いろいろ何話そうかなって考えまして、私のね、マイベストパートナー、彼氏にですね、僕たちが盛り上がる10個の質問を考えてもらいました。はい。ジェミニって言うんですけど。なんやねん。いや一瞬びっくりしちゃった。あんた彼氏いたっけって言って。私のベスト彼氏ジェミニさんにですね、10個の恋愛にまつわる質問を考えてもらったので、ボミさんの恋愛観というのをね、やだ聞いてみようかなと。1つ目、イエスかノーかで答えてください。はい、わかりました。自分は一目惚れタイプかどうか。いきます。せーの、ノー。待って。ちょっと今考えてよ。違う待って。一目惚れタイプか？待ってでもさ、イエス。ああ、違うんだね、ここでも。なんで？いや、俺かっこいいなと思って、かっこいいなと思うけど。あんた絶対嘘。本当に言ってる？見た瞬間にこの人は私のフィアンセだと思ったとか言ってるじゃん。あの感覚わかんない。それは俺もわかんないかも。なんかかっこいいな、気になるなはあるけど、恋かっつったら恋ではないねって感じ。ちゃんと話していい人だなって思って初めて恋し始めるかなっていう感じだからノーって言いました。なるほどね。ボミは？これイエスでしょ。いや、一目惚れタイプだよあなたは。ちょっとビビッとくるタイプでしょ。結構ビビッとしちゃうタイプかもしれない。で見た目っていうか、この人なんかいいなみたいな、なんか清潔感はあってほしいから、それで最初ファーストルックで気になるなで話して、で中身かも。でその話してみて、いくらかっこよくても、結局恋愛って顔は慣れそうなんです。そう慣れてくるし、中身が違ったら付き合えないね。じゃあまあ同じだね。同じ。そう。僕とボミってね、意外と似てるとこあるんですよ結構。意外とじゃない。意外じゃないね。似てんです。そうですよね。じゃあこれからやる9個の質問もですね、多分きっと同じ答えになると思うので。なんか防具みたいな。100の質問。100の質問。Yes。でも残り9個も全部同じになると思うので。はい。もうこの YouTube 見なくて大丈夫です。なんでやねん。好きな人には自分から積極的にガツガツアプローチするタイプだ。これも合うでしょうね。決まった？いける？イエスかノーかでしょ。そうだよ。決まった？決まった。いきます。せーの、ノー。うちらって合うの仲悪いもしかして。イエスだよね。ボミはイエスだよ。イエスだね。結構本当にさ、どうやって仲良くなるかとかさ、結構この戦略立てがちかもしれない。立てがちだよね。最近ボミにさ、めっちゃ言っていいのかな、恋愛相談するじゃん俺。それ言っていいだろ全然。それは全然言っていいだろ。そしたらもうボミがそうですんです。可愛いのよ、ひろちゃんの恋愛って。これって絶対好きだよね。ねえボミーみたいな。そう。これどういうことかな。そう。もう最近の俺の事情は全部ボミ知ってますね。全部ボミに相談しちゃうんで。そうなの。こうした方がいいよっていうのは教えてくれますね。そうだよ。そういうのやってるんだと思うとすごいと思う。でも心配なのこの子の恋愛。嘘。私がちょっとジャッジしてあげないとさ。書類選考してます。来にくくなるじゃんもう。なんで。ボミに書類選考されると言うからカットして、そこは好きにカットして。なんで逆にさガツガツいかないのそれは。
自分に自信がないからねえなんか相当向こうからアプローチとか好意を見せてくれないと自信がなくて自分からはなかなかいけないかなっていうことだね。自信ね、うん、持っていいと思うんだけどな。うんでいつも言ってんの？いつも言ってくれるんだよね。そうある？自信っていうか、他の人にはないものがあるじゃん。だからその誰にでも言えることだけど、はいはいはい、自分だけ秘めてるものはあるわけだから、なんかアプローチするにしても、なんか自分には無理だみたいなさ、そういうマインドで挑むんじゃなくて、いや私は私だし、はっきり言われたら、まあ、それはもうしょうがない。なるほど、それはもうだってしょうがないのか。合わないんだったらさ、ただなんか見てくれるのであれば、もう全然自分っていうものを出して、なんかもう恋愛において考えることはいらないと思う。あれさっき戦略家って言ってた、だから戦略なんだけど、戦略なんだけど、なんていうの、その仲良くなるまではね、そのどうやってこう近づくかっていう戦略が立てなきゃダメだけど、仲良くなってからは、そこは考えなくていい。それはそう。そうで、それでさ、変にさ、着飾ってさ、実際付き合うってなった時にさ、付き合ったらその猫かぶってたのって続かない。確かに確かに。でも猫かぶる感じじゃないんだよな俺別に。私はかぶんのよ。今までの話全部逆転した。あれあれあれだから自分に言い聞かせた。そう言い聞かせたのかも。なるほどね。ちょっとカットしてここ。さっきからさ力説したこと全部ゴミがさ自分へ言い聞かせてることなんだよね。そろそろ合わせよう私たちの意見。はいはい、合わせましょう。恋人ができたら基本的には毎日連絡を取りたいタイプだ。合うのこれ？毎日？それってあれでしょ？その電話全部含めてってこと？もう LINE でもいいよ。ああ、LINE でもいいんだ。毎日ね。あんたとはないでしょ。せーの、イエス。もう降りていい？本当に。合わせようどころじゃないよね。合わせる気ないよね。でも私は知ってんのよ。そうなんだよね。知ってたよね。知ってる知ってる。いやちょっと LINE 毎日って結構厳しいんですよね僕。って言うんだけどさ、どう皆さん。毎日もできる？毎日したいでしょ。なんで？いやもうなんでがわかんないもう本当になんで？いやこっちがなんで？したいの？携帯離れしたいんだけど連絡がピロンって来てこう確認するっていう作業自体がすごくストレスフル。もうストレスっていうのがやばい。だから、付き合ったらもう同棲したいです。違うの。同棲してても同じ部屋でも LINE したいの私は。だからなんていうの？だからだからそれくらい連絡、その LINE をするやり取りっていうのはもうマストです。私の中では。じゃあ同棲してたとしても、出先とかで今何してるよとかも LINE したいんだ。だからどうせ夜会うにしても、例えばその例えば彼氏が寝てて、ね、でもう起こせないじゃん、寝てるんだからさ。で別にその時は LINE じゃなくてもいいけど、なんか付箋とかに書いてもいいけど見てくれねみたいな。可愛いんだけど LINE ぐらいはするくらい。でも本当ガチでガチで。俺付き合ってたらしないと思う。付き合ってたらじゃあ同棲してたらしないと思う。付き合っていやちょっとはするよ。付き合ってたらしないの。やばいやばい。付き合った瞬間 LINE しないやつもやばい。でも安心感があるんだろうね。別に連絡しなくてもよくねみたいな。そう別にいいかなって思っちゃうんだよね。なんかおはようおやすみなさいの LINE を毎回はしなくていいかなとは思っちゃうタイプだな。最初の方はしないの？だからその熱々な時あるじゃん、3ヶ月。だってさ最初の方やっててさ途中でなくなったらさなんかこう冷めてるって感じがするじゃん。だったら最初からしなくていいよ。なんかでもその話前したじゃん。なんかそれはなんか納得できた自分の中で。その最初はしてたのに、しなくなったんだってこのなんでコントラストっていうか。それが確かにそれは良くないな。それってね単純に倦怠期っていう意味になっちゃうから。だからやっぱあんた賢いのよ。最初だけ頑張るっていうのはおかしいのかなと思っちゃうけど。なんかね、絶妙にこう人を納得させるなんかその話術があるからこの子。やっぱ北海道大学だな。やめてください。やめてください。いきます。はい。これ中級に入ります。次から。お互いの相手のね、のこの人のここがモテるだろうなっていう部分があったら教えてください。お互いのね。いや一般じゃないあんた。顔いいでしょ。あるよ。その何個もするっていいんですよ。何個もあるもん。いや意外とさ、
結構その仕事とか、普段の私生活もすごいきっちりしてんですよ、ひろやって、してるね。なんですけどたまに雑な時があるのがギャップ。なんかそうだね、雑で。あと面倒見がいいよね。そうか。面倒見っていうかなんかこう気を使う気遣いだし、なんだかんだ俺冷たいよみたいなとか言うくせに、結構あったかい人ではあるなと。嬉しい。結構その相手のこう気持ちを汲み取るのもうまいし、だから多分過去のそういろんな経験とかがあったからなのかなとは思うけど、傷ついてきたのいろいろ。大変だよと大変だったのね。そうなんかそれはすごく感じる、他のそのボーイズよりも、そういうのはすごく感じるかも。これはなんか別にお世辞でもなく嬉しい。本当に自分が思ったこと。ありがとうございます。顔かっこいいです。いやそんなことないです。モテる。あんたはモテるよ。モテないんで。仕事もねしっかりこなしてカリスマあるから。どうしよう、何これなんかくねくねしちゃってさ、私横目で見えるからね全部。私のボミのいいところ、いっぱいあるけど、絶対嘘。今の間なんか違う今のじゃあ今の間の説明してあげる。いいよ。私はボミはね、やっぱりね、皆さん気づいてると思うんだけど、ちょっともう別格に綺麗なんですよね。ねえやめて、なんかその何も言えなくなこれまで見てきた人たちの中でも、なんかちょっともう格の違う人が入ってきたなってあの時思いましたもんね。モデルさんだなって、毎回言うな。顔もちっちゃいし、いやそんな本当に綺麗だよねこの人って思う。慣れてないからそういうの褒め慣れてないからやめてください。お互いにね、本当にお互いにっていうのと、散々言ってるけど、6個下なのにこの対等に喋れる感じとか、多分年上からしたら嬉しいと思う。そうか。あとはまだ求められるね。あとね、いい声してる。じゃない？あとは言われてね意外と褒められるのいいね、気分いいね。調子に乗ってきたのでそろそろやめます。やめちゃうんだ。デートの時はガチガチに計画を決めたいタイプだ、それともその場の気分で行きたいタイプか。これ難しいね。難しくない？難しい。もう決まったじゃん。両極端ではないね。でもどっちかっつったら言える？普段のそのデートとか振り返ってみたら、じゃあ計画は気分でしょ。 OK いきます。せーの。計画。もうダメだね。もうダメだね。うちらダメだね。ちょっともう一旦ここで解散する。ちょっとタクシーで帰るわ。気分のも？じゃあヒロヤはさ、意外となんか何でもいいよってなんか合わせられるタイプなのよ。そう計画は雑に立てるけど、それが現場で変わっても全然大丈夫っていう意味。そうかな。多分性格悪いのは多分私なんだと思う。悪いとは言ってないじゃん。誰も悪いとは言ってないじゃん。なんか自分は一旦なんかその計画っていうか、一日のこの日はどういう日にするかっていう、なんかそのイメージがないと、今日何のためにあったのみたいなっていうのが、なんかその一日に意味を見出したいわけ。なるほどね。今日はこれをするっていうメインがあって、それ以外のそのサブは何でもいい。なるほどなるほど。それを一個達成できたら、それはそういう話。そういう意味の計画。やっぱり話し合えば話し合えるんです、私たちって。そうなんです。そうなんです。だから極端なのはダメなんです。私たちは。行き先は決めてほしいよね。確かに無目的に集まろうは俺もちょっと嫌だかも。旅行とかは逆に。だから絶対に外せないこのポイントっていうのは調べておいて、余裕時間がすごいいっぱいある。じゃあ一緒じゃん。一緒じゃん。なんだよ。次に行きます。恋愛において友達から恋人に発展するのはありでしょうか、なしでしょうか。これジョブとも話したんだ実は。友達から恋人？ありはなしだよ。待って、むずいこれも。そうむずいんだよ。OK。いきます。はい。せーの。あり。やっと会いました。初めてね。初めて。ちなみにだけど。人生で初めて。ちなみにだけどね。音量難しいから。私のね理論とかはねジョブとも話しているので。じゃあ一旦私から言う。お願いします。だからその愛なんだけど、友達から恋人になったら友達には戻れないわけよ。
逆はないんだ。逆は戻れません。はいはい、面白い面白い。引き返せないんです。船と一緒。不可逆なんだ。離島小島島に行くのと一緒。一回船出したら戻れないんです。あ、そうなんだ。はい。それもよくわかんないけど。卵とかかと思った。卵もさ、卵焼きにしちゃったら生卵には戻んないじゃん。まあそういう原理かな。例えば友達で、好きだなっていう軽い気持ちで付き合おうじゃなくて、もうこの人ともう友達には戻れないし、別れたら自分は戻れないんです。別れて友達になる方もいらっしゃると思うんですけど、私はそういう人生なんかそういう考え方ではないので、はい。からもうそこまでの覚悟を見越して、それでもいい、もうそれでも付き合いたいっていうんだったら後悔しない、断言するだったらいいと思う。そういう意味のイエス。なるほど。それで言うとちょっと違うわ。俺はなんか別れても別に友達であってもいい方ではあると思うな、ボミに比べたら。事例はないんだけどね。ないんかよ。今までの別れた人たちと連絡は取ってないんだけど、全然友達って感じではないんだけど、まあ周りに結構そういう人もいるし、まあなんかゲイの世界ってさ、狭いじゃないですか。狭いんです。そうだから友達というか知り合いというかっていうのがさ、増えすぎるとさ、じゃあもういないじゃんってなっちゃうじゃん。全く初めから知らない状態から恋人になるっていう候補がどんどん狭まっちゃうから。大丈夫、ジャパンだけじゃなくて、あんた世界飛べるじゃん。ワールドワイドなんだよ。英語話せるから。確かに。まあでもね、日本だったらね、まあそうね。そうだからそんな可能性をね、わざわざ狭める必要はないかなとかも思っちゃうっていう意味かな。全然いいじゃんって。なるほどね。イエスオアの付き合ったらめちゃくちゃ一途で相手に尽くすタイプかどうか。これ尽くさなかったらやばくない？でもどういうこと？付き合ってノーって言ったらやばくない？ちょっと待って待って質問がよくわかんないんだけど。付き合って付き合ったらめちゃくちゃ一途で相手に尽くすタイプかどうか。オッケー。一旦やろう。怖いんだけど。せーの。イエス。なんで？ちょっと待って。今ハンドル離すんだったらいいし。一途にはなるでしょそりゃ。一途はそうだけど、浮気するどうかの話じゃなくて俺考えてるのは、なんかそれを聞きたかったのよ。そういうこと？一途は一途だよ。浮気するかどうかってこと？違うよ。アンビリバボー。アンビリバボーみたいな。それで俺ノーって言ったらもうやばいじゃん。そう。だからなんでと思って。俺なんか言いたいのは、共依存の恋愛みたいなのあんましたくないの。俺もそうだよ。その話？そういう話。そういうことね。じゃあごめんて。ごめんて。ごめんて。なんか日本語変。ごめんて。ごめんて。なんか日本語に聞こえなかった。プロメンテ。ラテン系。ね。そういうことね。そういう話。一途は一途か。ごめん。なんか尽くすタイプかどうかの質問です。尽くすは尽くすけど。尽くしそうじゃない？いや尽くすけど、そのヒラが言ってたみたいに、お互いなんかこう沈んでいくのは嫌なのよ。そうなの。わかる。高め合える関係が一番長く続くし、そうお互い沈んでこうっていう人たまにいるよね。そう、自分が例えば大学生で、で相手は社会人でみたいな、で相手の社会人のその休日が不定休でみたいな、自分は授業があるけど、彼は例えば空いててみたいな、じゃあ授業飛んでデートするとかそれ絶対しない。例えが分かりやすくてすごく大学生最近まで大学生だった、今大学生だったからね、でも分かりやすい、そういうことね。そうなんかそういうのはしないかも。それはダメだわ。でもいるじゃん、なんか若さゆえに、なんかダメってわけじゃないけど、可愛い恋愛だなって思う、話聞いてると。なるほど。でもそういうことでしょ。自分の信念とかはちゃんと貫いてほしくて、その余興でできるだけ自分に向いててほしいよなとは思うよね。そうじゃないと相手もなんかリスペクトがなくなるじゃん。わかる。長く続きません、そういう恋愛は。そうです。そう、みんな自立していこう。はい。次。Yes。恋人に対してこれだけは絶対に許せないというなんかルールみたいのはありますか？これはイエスノーじゃなくて、そういうのがあったら教えてください。恋人に対して許せない？許せない。これだけはこうあってほしい、これだけはしないでほしい。この話もなんか俺ら二人したね、どっかでね。俺らはねいっぱいしてんのよ。でなんかやたら俺がなんか大丈夫みたいなこと言われた気がするんだよな。何でもよくて。ひろやはね愛が深いのよ。愛が深いというか、深いのか浅いのか分かんないね。これは絶対しなきゃダメだよってものだよね。そうです。じゃあ俺から行くわ。だからさっきの話にも近いけど、働いててほしいな。
それは働いてほしくない？ちょっと待ってその年齢にもよるけど、なんか若かったら自分はいいかも全然。学生ってことでしょ？学生じゃなくても例えば20代前半とかそうなら、まだ若いし、その働かないっていうのもなんていうんだろう、その自分の夢があって、ちゃんとその自分の将来をはっきり考えて、そのなんていうの、はっきり考えて仕事に就けないみたいなさ、例えばさ、研究職とかそのなんか俺はそのまま仕事に入れてるけどな。そうか、入れてる。そう、アカデミックの世界もな、スポーツマンとか。そう、スポーツマンもそうだし、確かにそれはしょうがないと思う。ただなんかそれでこうダラダラしてるのはちょっと見てられないけど、働いててほしい、ね、働いててほしいな。確かに働いてて、ずっと家にいる専業主婦はどうなんだろうと思って、それこそ教依存みたいな、教依存とか依存されちゃいそう、すごい束縛とかされちゃわないかなとか。なんか何でもいいから、その外の世界とか関わり持ってほしい。でも本当に何でもいいよね。何でもいい。サーフィン好きですとか、全然いい。何か一つこうフォーカスしててほしいかもね。そう軸ね、大事だと思う。大事、みんなの課題だよね。そうだよね。結局自分も人のこと言えないからさ。てぼみさんは相手の意見を聞かない人は無理。いいこと言った。分かる。理解心がある人、はいそういう人であってはほしい。確かに話聞いてくれるし、聞く耳を持つ、柔軟に対応してくれたりとか。そう、別にダメなことはダメって言っていいんだけど。そうだから、思い出した。あんたのいいとこってそこ。ありがとう。急に質問何個前になんか例えばだけど、自分は確かに年下だし、全然6個上なんですけど、彼がね。そうですね。だけど聞く耳を持ってくれる。持つよそりゃ。いやそれ なかなかいないよ。そうなの？こうした方がいいんじゃないっていうのに対して顔色悪くする人もいるじゃん。いるね。じゃなくて、ひろやはそうかなみたいな。確かにね。で一回ちょっと自分を振り返って、で確かにボミの立場だったらこうでこうでこうだったかもしれないみたいな、なんかそういうのってすごく素敵だなと思う。自分もそういう人間でありたいから。こんなに褒められて大丈夫ですか？僕今日死ぬんですか？私が殺すってこと？どういうこと？絶対今の会話の後にさ、ボミに殺されたらさ、怖すぎるよ。褒め殺しです。褒め殺しです。ありがとうございます。本当ですよ。素直なんだよね。私は素直でありたいなと思ってるね。話聞いてくれる人はいいよね。相手立場に立って考えれる人が一番いいよね。そう思います。次、あと2問です。はい。恋人に元彼の話をされるのが嫌かどうか、めちゃくちゃ嫉妬するかどうかって感じですね。元彼の話したら気分悪いかどうか。気分が悪いイエス、別に大丈夫ノーってことね。いきます。せーの。ノー。お、これノーでしょ。その心はでも聞きたいかも。過去は過去だもん。おお、かっけえ。死んだ。こういうとこあるんですよね、ボミって。なんかもう急に。なんで？過去は過去じゃん。過去は過去じゃん。急にみたいな。急にかっこよみたいな。だからそれこそさっき話したさ、そのアプローチ、自信を持てないとかさ、それもさ、だから自分は自分だから。確かに。その過去の男なんて関係ないもん。今付き合ってんだからって。そう、今付き合って今自分のこと好きなんだから。てか逆になんで話すのって思っちゃう。確かに。面白い。そう、なんかそこは結構現実的。もちろんあれだよね、相手の愛を感じてるっていう大前提だけどね。もちろんそれはそうだよ。そうなんだって感じ。わかる。で何って感じ。怖いかも。俺もノーだね。なんで？ちょっと違うけど、俺は逆に知っときたいなとか思うかも。過去の話。それはそう。でもそれはすごく大事だと思う。なんか付き合うにあたって、その昔の彼氏と歴史を繰り返すんですよ。皆さん。歴史って繰り返されますよね。人ってそんなすぐ変わらないんです。私世界史専攻だったんで、ワールドワイドにね。やっぱ人間って過ちを繰り返す、やっぱ愚かな生き物なんだなと思いながら。こんなでかい話じゃなかったですね。そうだからその元彼の話をよく言うか悪く言うかじゃない。なるほどね。私はよく言う人はいい人だと思う。悪く言う人は私と別れても多分悪く言うんだろうなって。悪口言うんだろうなって。そう。怖い。そう思うんです。確かに。うわ、いいこと言った。本当芯のついたこと言うんですよ、ゴミって。こうやって気づかされる。そんなことないです。確かに。だから元彼のことは悪く言っちゃダメだね、俺らもね。あんた悪く言ってないじゃん別に。俺は言わないようにしてた、一応。ようにしてた。だってその人がいるから今の自分がいるわけだしね。そういうことになっていくわけだね。別れも勉強です。そうですね。でもなんかそういう事情は知りたいかな。
悪く言わない前提で元彼の話とか誰と付き合ってたのかとか、そうでなんで別れたのかとかそうだね、なんか全く知らないでなんかすっとんきょうなことを俺がしてて、嫌な思いをさせたりとか、あとはこう集団とかでコミュニティに入った時にさ他のみんなはそれを知ってるのに俺だけ知らないみたいなのも嫌だし。待って、それ分かるかも。分かる？自分だけ仲間忘れ一番嫌かも。そういうのは知っときたいってタイプそりゃそう。でもいらないこともある。だから例えばワンナイトちょっとしちゃったとかちょっとムラついてたとかそういうしょうもないのどうでもいいんだけど、もっと長い過去の恋愛してた人とかが、例えば俺の友達とかだったらなんか気まずいじゃん。そこは気ぃつかなきゃいけなくなったりするから、そういう配慮のために先に教えてほしいとは思います。ワンナイトも気になるけどね。でも本当？いやそれはどうでもいいかも。そんななんか夜の大運動会好きなんだとか、それですうちらの隠語です。それうちらの隠語なんで、夜の大運動会。リュウキ会いたいよ。リュウキに今度やってもらおうか。充電もなくなってきたんで最後の問題です。ボミの好きな外見を教えてください。ボミのタイプの話です。意外と言ってないんじゃないですか。これ知りたいリスナーさんもいっぱいいると思いますよ。ボミの好きなタイプは誰ですか？好きなタイプね。身長高い人。なるほど。自分より高かったほしい。言ってるよねそれ、自分より高いなんてなかなか日本にいないですよ。あんた背高いんだからね。そうね。180以上だってほしい。わあ。あと手がでかい人。手はでかいのいいね。ごつい人いるじゃん。この話したよね。俺も手フェチだから。そうわかる。うちら一緒なのね。うちら一緒。ひろやは身長気にしないって言ってた。そんなに気にしない。高いとかっこいいんだと思うんですけど、絶対要件ではないな。身長、手、あと声。声高すぎても嫌か。でも低い声にどうしてもね惹かれちゃうのはあるよね。惹かれチャンネル。わかる。惹かれチャンネルある。なんか脳みそ震えるじゃん。そう震えんの。低音ってね。わかる。重低音って震えんの。震えんのよ。あれ振動で伝わってくるから。中枢神経が刺激されるの。声、身長。全部やないかいってな。全部ではないと。全部だね。人間もっと深いよ。ごめんね。皆さん磨いてください。その3つを。ボミのこと好きな人は。身長って磨けんの。磨いたら縮むけどな。確かに。うまいね。うまいだろ。うまいだろね。そんな感じでボミの貴重な情報を搾取しました。イエーイ。なかなかこの人の秘密主義っぽいところがあるので、私の前でたくさんさらけ出してくれて嬉しかったです。皆さんボミはねこんだけ本当意外とねオープンマインドでねすごく気さくなんですよ。どう皆さん思ってるか分かりませんけれども怖い子じゃないんです。そうです。全然怖くないんですよ私は。好評だったらねまたボミを呼びつけて YouTube 撮りたいなと思いますので、ぜひ YouTube チャンネルボミボミチャンネルも名前なんだっけ俺も忘れちゃった。ぜひ見てみてください。僕もいろいろ喋ってるし、ありがとうございます。結構ラフな感じで撮れたんでね。すごいなんかいろいろ話せてよかったね。最後に一言お願いします。私のチャンネルの視聴者さんに一言カメラ目線でお願いします。待ってる。ひろや本当にナイスガイなので。いいってもういい男いたら連絡してください。私ジェミニ一筋なんで。彼氏もジェミニなんで。これからも応援してください。ありがとうございます。連絡もちょっとしてくれたら嬉しいです。いいです。お願いします。ということで、バイバイ。ありがとうね。バイバイ。